皆さん、友達を誘うとき、遊びに行こうと誘うときに迷いますか？迷いませんか？日本人の友達と会いました。この間、彼女は日本人の女性で、こんなことを言っていました。最近、一人で飲むのが増えている。一人飲みが増えている。で、その理由が分かったと言ってたんですね。その理由はね、最近のその女の人たちは一人で行く方が、疲れない。人を誘うより一人で行った方が楽。だから増えている。そういうふうに言ってましたね。誘わないという人が増えている。ということなんですが、なんでだろうって考えました。で、彼女が言いました。多分、人をね、誘って、もし、その人が忙しかったりしたら、断らなければいけないよね。ごめん、今日行けないんだ。そう断るのが、申し訳ないと。ごめんなさいと思う。そう。断ってしまってごめんなさいって思うと言ってたんですね。これはね、日本ではよくあることだと思うんですね。どうですか？あなたのところだとそういうことは聞きますか？そのね、例えば断る女性は本当はね、行きたくないけど行かなきゃいけないとかね、用事があって行けない。でも断ると悪いな。そういうふうに思うということなんですね。そしてね、誘う人、遊びに行こうと言った人も、断らせるのは悪いなって思うらしいんですね。もしかしたらこの人は行きたくないかも、行けないかもしれない。でもその時に断るのも大変だよね。申し訳ないな。よし。そんな風に思わせるなら誘わないでおこう。誘わずに一人で行こう。そういうことらしいんですよ。すごいですよね。やっぱり、こう、なんていうんですか、空気を読む。空気を読んで、相手の気持ちを、予測する。相手がどう考えているか、自分で予測しているんですね。本当かどうかわからない。なので、考えすぎているですね。とても優しい、そういうふうに、言うこともできますね。優しさではありますよね。ただ、そうやって結局、誘わなかったから、一人で過ごす。一人でご飯を食べる。そういう結果になっている。それで楽しい時もありますよね。もちろん。でも、もしかしたら、誘っていたら、二人で楽しい時間を過ごせたかもしれない。そういうことがありますね。それを聞いて僕は、なるほど、面白いなと思いました。僕はね、全然気にしません。断られたら、OK。また次誘うね。そしてまた次誘う。それで、大丈夫です。僕の友達も同じでしたね。誘われた時も、断る。ごめん、行けないよ。で、次もまた、誘ってもらうと。それでいいんですよね。だけど、そういう気を使う文化。これはね、日本に住んでいるとすごく感じます。これを
やらない方がいいよなとか、これをやったらどう思われるかな、そういうことはね、よくありますよ。はい、そんなお話でした。この間ね、友達とカフェにいました。カフェでずっと考えていました。ですね、今度一緒にインスタグラムのアカウント、インスタグラムを始めよう、そういう話をしていたんですね。その友達とどんなアカウントがいいかな、何がやりたいかな、そういうふうに考えていました。12時にカフェに着いて、お昼の12時で、気がついたら夜の10時になっていました。長いですね。途中でね、お店は変えたんですけども、ずっとね、話し合って、これがやりたい、それがやりたい、あなたはこれがやりたい、私はこれがやりたい、そういうふうにね、意見を交換してたんです。簡単じゃないですね。誰かと何かを始めるって本当に難しいですよね。一人で何かを始めるのも簡単じゃないけど、誰かとやるってかなり大変ですよね。なので途中で僕たちは、あれ今何を考えてるんだっけとかね、今って何の時間だったっけ、何を考えてたっけっていうことがよくあります。迷ってしまうね。さっき話していたことね、そのことに戻っていってしまう、そういうこともありますね。だからノートを取ることは本当に大事だなと思ったんですね。ノートに今日はこれについて話す、この事柄について話す、そういうふうに決める、それはとっても大事ですね。そして今はこの話をしよう、それ以外のことは後で話そう、5分間はこれについて話そうよ、そういうのは本当に大事ですよね。そして僕たちは、頭がだんだん疲れてきて、何を考えているのか分からなくなってきた。あれなんだっけ、もうちょっとあれもいいしこれもいいし、そうなった時に、外に出ました。そして散歩をする。そして散歩をすると不思議ですが、考えがまとまっていきますね。本当に不思議ですが、たくさん考えて頭がいっぱいになったところ、それをまとめる、整理することが必要ですね。そこで散歩をすると、頭の中が空っぽになって、さっきまで考えたアイディアのいいところがつながるね、いいところが見えてくる、そういう効果がありますよね。いやー、だから散歩したら急に、話が進みました。大事ですね。体を動かして、頭を空っぽにする、そういうことも必要なんじゃないかな、そういう、ことを思ったんですね。きっとね、日本語の勉強もそうだと思います。ずっと話していて、ずっと勉強していて、ずっと文法の勉強をしている。そうすると何が良くて何だったかよくわからなくなってくる。
そういうことがありますよね。そうなった時には、一度体を動かす。ね。そうすると、あれさっきわからなかったことがわかる。そういう風に、なりますからね。そしてね、またちょっと違う話なんですけど、最近僕は引っ越したいなって思ってるんです。引っ越したいからいろんな街を見てます。いろんな街を歩いていろんな部屋を見ているんですね。そしてどの街に住むかでいろいろ変わりますね。友達がね遠くなってしまうとか、仕事が遠くなる、スーパーマーケットが遠くなってしまうとか、いろいろな要素がありますよね。だから迷うことは多いですね。もし仕事でこの町に住まなければいけないってなったら迷うことはないですもんね。そうだけど自分で選べるから迷わずに決めるっていうのも難しいんですよ。今日はこんなお話をしてみました。皆さん今年の目標はありますか？日本語の目標がありますかね？一緒にね頑張っていきましょう。それでは次のエピソードでさよなら。